おはいえなし。この動画は崩壊スターレイルバージョン 3.7 開拓クエスト明日は昨日にのネタバレあり感想動画です。私のプレイ時間はまず開拓クエプラス後日談クエで7時間、加えて当時私は配信をしていて、クエ終了後に視聴者からあれはああだこれはこうだ教えてもらい、その時間が4時間計11時間ぐらいしゃぶってました。動画の構成としては先に2点お断りしたいことがあって、その上で一番言いたいこと、この順でいきます。スタレのシナリオは他のどのソシャゲよりも感想を言い合うのが面白いと思います。皆さんの感想もぜひコメントください。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。まずは2点お断りさせてください。1つ目、私はスタレの開発スタッフを尊敬します。やっぱね、熱量すごいって。そのシナリオ構成や演出などがどうであれ、単純にこれだけどちゃくそヘビーな物語を完結まで持っていった。しかも作品形態が単なる小説ではなくて、あと数種類のバリエーションの立ち絵とか一枚絵とか BGM とか SE とか、あとそれと単純な分岐プログラムとかで構成されたビジュアルノベルでもなくて RPG として完成させている。しかも6週間に1回という激希少スパンで、この事実だけで私はリスペクトさせてほしいです。いや、完成させただけですごいとか小学生の図画工作じゃねえんだからって思う人いるかもしれません。気持ちはわかるんですが、競技希少やぞ。昨今の日本のゲーム作品を思い返してほしいんですけど、昔は完全新作のビッグタイトルがポンポン出てましたけど、今や私がパッと思いついた完全新作ビッグ RPG っつったら、ちょっと前だとエルデンリング、あと最近だとメタファーリファンタジオぐらいで、あとは何かの作品の続編やらリメイクやらリマスターやら、数少ない完全新作ソフトも全体の傾向としてはインディーズゲームみたいなサイズ感にシュリンクしている認識です。娯楽の質も量もレベルアップして消費者の舌も超えてきており、受け入れられるのか否か不透明感が増している中、ゲームタイトル1本にコスト突っ込みにくくなってる。だから前例あるものや小粒によりがちという企業論理は理解できるんですが、そうは言っても元据え置き RPG 原理主義者、ビジュアルノベルゲー原理主義者としては、でっけえシナリオしゃぶりてえなってずーっとくすぶってました。まさか中国のソシャゲがこの欲求を解消してくれるなんて本当にありがとうございます。この謝意は第一に伝えたいと思います。お断り事項2つ目、さっき言った通り私は今回7時間開拓クエストプレイした後、4時間ひたすら視聴者に解説してもらい、結果現時点ではかなり充実感に満たされてます。これまで400本以上動画投稿して多分初めて自分の配信の視聴をおすすめするんですが、もし開拓クエストプレイしてなんも意味わかんなかったわと思った方、ぜひ概要欄にある私の配信の7時間24分30秒あたりからご覧ください。バカを出しにしてほしいからです。ヘルタがキュレネに出した2つの選択肢って結局何だったの？なんでキュレネがオンパルスとどまらなきゃいけなかったの？とどまったのは分かったけど、じゃあとどまったとして過去のキュレネってどれ？ロリーキュレネ、ミュリオン、デカキュレネ、モモ、フィリア、そもそもあの辺って何？これらは4時間の視聴者宛て質問コーナーの中に私が発した疑問のごくごく一部です。それっぽい顔して配信しといて、想像以上にガチで何も分かってないこと、つまりバカであることを全部暴露して、全部質問して、全部考察を教えてもらいました。それらの考察が合ってるのかは分かりませんが、その正誤なんかどうでもよくて、少なくとも現時点で自分の中で腹落ちできる仮説を作ることまではできました。やっぱ今しがた読んだシナリオが全く意味わかりませんっていう状態と、こういうことかなってところまで消化した状態だと、もうその時点で満足感全然違いますし、さらに今後シナリオ読解するにおいてもなんもよくわかんないまま目滑らせていくのと、よりどころになる考え方を胸に秘めたまま仮説検証的にシナリオ読解していくのとだと、この先のシナリオから受け取れる情報量、ひいては楽しさが全然変わってくるので、この配信という名の知的公開処刑、せっかくアーカイブしたので、同じようにげんなりしてる方いて追いかけたいっていう気持ちがまだ残ってる方は、ちょっと長いんですけどぜひご視聴の上、バカによる問答を出しにして頭の整理をしていただき、あわよくば今私が感じている充実感と似たものを味わっていただければ嬉しいです。ちょっとくどくなりましたが、言いたかったのは、人の助けを借りて頭の整理をした結果、今はめっちゃ充実感に浸れてますということです。激重作品感謝、今めっちゃ充実、この2点がまずもってのお断りでした。その上でこの動画で一番言いたい開拓クエスト単品で見た時の感想なんですけど、ダメでしょ、だるすぎるって。終わるクライマックスだ、ペラペーラ終わるついに終わった、ペラペーラさすがに終わった、ペラペーラいつまで喋ってんねん、終われや。てかなんやねんこの問答。私バージョン 3.7 をプレイし始める前の期待感として、大雑把に言うと、タイタン大集合、先週とか銀河連隊大集合、鉄星ねーバーンシャー、また脚本通りね、チラペラペーラな、新たな脅威が To be continued。
これぐらいの期待感だったんですよね。オンパロスのややこしいところはバージョン 3.6 でおおむねやりきったので、あとはちょっとキュレネがややこしいこと言いつつ、ゴーナウスさんにパズル飛ばしてもらいつつ、ラスト鉄棒ぶっ飛ばして読者も気持ちよく終わり的な、まさかこんなごちゃ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 突っ込んでくるとは思いませんでした。天才クラブの下りはマジで最高だったんですけどね。スクリューガムさんとリュクルゴスさんかっこよすぎました。これは完全に支援なんですけど、本当に珍しく最後までキュレネが合いませんでした。ピノコニー編とかも登場人物山盛りで、しかも全員人狼ゲームしてるから終始ややこしいんですけど、ただフラフラした言い回しをしてる人にナノカがスパーンとごちゃごちゃ言ってねえで的に読み手の気持ちを代弁してくれたり、あとはオンパロス編でも生涯ではヘルタが比較的噛み砕いて状況説明してくれるじゃないですか。オンパロスの中こんなややこしいことになってんのになんでそのポジ誰もいないんだよっていう。で記憶しまくってる語り手側のキュレネがそこになってくれてもいいはずなのに、語尾に音符つけて一生私が私だあなただ代名詞使ってるし、一生詩吟にふけってるし、しまいにはヘルタすらキュレネの好みに合わせて童話に例え始めるし、キュレネに合わせんなよって思いました。これは完全に支援なので一旦置いといて、で多分私の伝え方が悪くて今皆さんに誤解させてると思っていて、私が最終話がごちゃごちゃしてることにピーピー文句言ってるように聞こえたかと思うんですけれども、ごちゃごちゃしているのがダメとは思っていない。そうじゃなくて、ごちゃごちゃするにしても〇〇あるだろうと思ってることが2つあって、その2つをご紹介します。1つ目、ごちゃごちゃするにしても起承転結あるだろう。さっき言った通り今回なんか終わりそうだと思って終わらんって感じたシーンが何度もあったんですよね。黄金絵集めて坂下ってる時、分かりやすく燃える展開でええわついに終わるわという気持ちでいっぱいで、まさかここからさらに4時間やるとは思わなかったし、鉄棒倒して列車乗った黄金絵と会話した後にこれまで親の顔より見たキュレネの回想語りが再び始まるとは思わなかったです。しかも各シーン各シーンでめっちゃ細かく黄金絵が集まったりしてるのもあって、なんというかバージョン 3.7 の各シーンの担当スタッフ全員が、私が担当するのはオンパロス編の最終パッチだ、とびっきりのクライマックスをお届けしなきゃっていう気持ちで書いた結果、バージョン 3.7 内で起承転結にならずケツ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 、もっと言うとその一回一回も長いのでケツケツケーツケーツみたいな、結果感情の上げどころ下げどころがよく分からず疲れてしまい、最終的にライターは各シーンで読み手にどういう感情にさせたかったんだろうという一歩引いた目でプレイしちゃってました。ごちゃごちゃするにしても起承転結してよ、これが個人的に合わなかった点の一つです。それともう一つ、ごちゃごちゃするにしてもカタルシスくれよ。個人的にはこっちの方がでかい。ピノコニー編ってそこがすごく良かったと思っていて、各陣営の戦略とか動きとかが正直全然分かってなかったとしても、なんか最後はサンデー倒した、次どこ行こうかな、致命的なほころびがあるわ、入った時から夢だったってこと、目覚めなきゃサンデーバーン。これ気持ちよくなかったですか？私全然ピノコニー編分かってなくて、アベンチュリンが3人に分裂して会議してた時一生キレてたんですけど、それでも終盤すごい気持ちよくて、ピノコニー編面白かったなーっていうポジティブな感情しか残ってないんですよ。そういう私みたいなふわーな人向けに熱いクライマックスを与えて満足させつつ、そこに加えて各陣営の思惑や関係性を理解している人にはさらに美味しい。例えばあのシーンのあの発言ってああいう意図だったんだとか、これサブクエで言われてたなとか、噛むたびに味するじゃんこの話、こういうシナリオこそがいいシナリオなんじゃないかなと思います。いやそれはあんまいい言い方じゃないかな。もといこういうシナリオが私は好きです。でもオンパロス編はその分かりやすい方の人参が私には感じられなかったんですよね。ライターが書きたいタイミングで書きたいものを書きたい尺だけ書いた。ライターとしてはそうしたので、あとは読み取れる人が読み取って咀嚼する過程を楽しんでほしいっていう強めのエゴを感じた次第です。後日談クエストで操縦レバーとかドクターエドワードがこういうこと言ってました。この辺絶対ライターの思いにじませてるだろうと私は思っていて、お前らが好きそうなやつなんて分かってる。ただ今回は受けるものではなく、書きたいものを1から10まで説明しない不完全というか不親切なルートで書かせてもらいましたっていうメッセージだと捉えました。なのでおそらく今回の賛否両論の反応もライターは織り込み済みだと思うんですよね。書きたいものを強めに出してプレイヤーの反応が賛否両論だとしても、例えば3が9で非が1とかで今後もスタレを継続できるだけのポジティブな反応が確保できれば、表現したいものを表現できて、しかもビジネスになるならこのまま GO。 ネガティブな反応が予想よりも多ければ、さすがに次はエゴを少し抑えてちょっとお前らに迎合したるかって軌道修正するつもりで出してる。そんな余裕な姿勢を私は勝手に見出しました。だとしたら受け手の私も好み 100%、 つまりエゴで答えたくて、別に結末自体は全然嫌いじゃない。なんなら黄金栄大復活大乗車めでたしめでたしのご都合主義的エンドより、新生オンパロスは間違いなく復興するんだけど、お前が生きてるうちに復興するのかとかスピード感は全くわからんという希望感とビター感が程
程よく混じった今回のオチはかなり好きまでありますが、そこに至るまでのプロセス、特にキュレネ周りは私はかなり合わなかったです。ライターは那須きのこさんのファンらしく、私も同志のフェイト作品が大好きなんですが、フェイトは設定周りが難解でももう少しエンタメとして気遣ってくれたと思うんだけどな。今回 X で開拓クエストの他人の感想が気になるとか、開拓クエスト終わった誰か解説してという感想がめちゃくちゃ目について、これ名調でも同じような反応めっちゃあったんですけど、こういうぼかした発信をしてる方ってぶっちゃけ自分は面白く感じなかったんだけど、なんか物語壮大だしすごい感じになってるから、批判するやつは分かってないやつっぽく見えそうで、さーっと読んでる自分への後ろめたさもあり、ちょっと悪いと言いにくい、そういう感情が邪魔をして若干濁した表現になってるんじゃないかなと私は邪推してます。自分がシナリオ分かってないだけとか1ミリも気にする必要ないんじゃないかなと。だって結局シナリオ 100% 分かってんのはライターただ一人だけで、あとは1ミリも分かってない人から 99% 分かってる人のグラデーションでしかないので、そこに対して線引き、例えばここまでは批判を言う資格がない人で、ここからは批判を言ってもいい人なんていう敷地なんか誰も設けられないからです。それにさっき言った通り、運営も今回合わない人がいそうなの分かってて出してて、その割合を冷静に見極めようとしてるので、私自身はシナリオの咀嚼能力ティア5とは認識しつつも、それでも今回は合わなかったって明言するし、好きだった人は私は好きと言えばいい。全員が全員他人の目を気にせず正直に感想を言うことで、スタレの運営に賛否の真の比率を見せに行った方がいい。そうすれば次に生かしてくれるっしょと思いました。これだけもう一回言わせてください。この重厚なシナリオを完結させたのはマジで尊敬します。というか、こういう批判をしたくなる時点でやっぱすごいんですよ。操縦レバーくんが言う通り、ゴミシナリオだったらゴミだなって思って X でポストすらしないもん。今後もスタレの開拓クエスト読みてーとまんまと引き込まれているので、引き続き6週に1回楽しんで無責任にワーキャー言いたいと思います。賛成反対どっちも歓迎です。皆さんの率直な感想をぜひコメントください。今後もスタレの配信動画ガンガンやっていくので、一緒にシナリオ楽しんでくださる方、チャンネル登録よろしくお願いします。動画化に至らない小ネタは X で出してます。そちらもフォロー何卒おつゆなし。